知らせを中心にお届けします。まずはアロヤで労働組合を名乗るテロ組織が一掃されました。ナイトシティ労働階級の代表を自称するこの組織は数百万ユーロドルという経済損失につながりかねないストライキを画策していました。皆さん、労働組合員を語る者を見かけたら直ちに関連する企業の警備部門もしくは NCPD に通報してください。ナイトシティのあらゆる病院で患者が急増しています。違法サイバーウェアの不具合による怪我が多発しているためです。回路がショートし、使用者の生命に危険を及ぼすような事故も起きています。 NCPD はサイバーウェアは常に認可を受けた製造者からのみ購入するよう強く呼びかけています。ノースオークとチャーターヒルにノーマッドのキャラバンが多数姿を現しました。報道によると NCPD の努力の甲斐なく一部がシティ内に入り込んだ可能性があるようです。ノーマッド相手には自己防衛の権利を率先して行使しましょう。このような危険な犯罪者から自分の身を守るには威嚇射撃だけでは不十分です。本日最後のニュースです。 N カートの駅で恐ろしい大量殺人が起きました。医療センター駅の2番ホームで身元不明の男性が電車を待っていた人々に次々と発砲。10人が死亡し16人が負傷したとのことです。ナイトシティ市民はあらゆる交通手段の中から最も安全なものを選ぶよう心がけてください。以上 WNS ニュースをお届けしました。今日も安全な一日を。ナイトシティの皆さん、こんにちは。ローカルニュースの時間です。ワトソンの切り裂き魔の名で知られるホアキン・シュミットの死刑執行がついに明日実施されます。現在27歳のシュミットは自身の家族を含む21人の殺害を自供。死刑の模様は観覧可能ですが、ご自宅でご覧になりたい場合は画面下の生配信用アドレスからアクセスできます。本イベントを主催するキャピタルコレクションズは見応えのある処刑を約束するとともに視聴者向けプレゼントも用意しています。チャーターヒルにお住まいの皆さん、オールフーズ社による調査の結果、お住まいの地域の水道水から非常に有害に指定されるレベルの鉛とカドミウムが検出されました。ナイトシティ水道管理局は古くなった配管が今回の水質異常の原因であるとしていますが、パイプの交換予定はないとのこと。健康被害を回避するにはボトル入りの飲料水を購入するのが一番でしょう。もちろんどこよりも安いオールフーズがおすすめです。残念ながら M2 メトロのダイヤの乱れは当面続きそうです。 N カートによるとアロエ駅の緊急閉鎖は警戒システムがトンネル内で大量のネズミを検知したのが原因とのこと。有害生物駆除の部隊が直ちに派遣されましたが、交通局は当面の間駅の閉鎖を継続せざるを得ないと発表しています。以上、本日のローカルニュースでした。皆さんごきげんよう。こんにちは、アリフ・イクバルです。 WNS ニュースをお届けします。まずはローカルニュースからお伝えします。荒坂社がナイトシティ大学に協力支援を行うことで合意しました。これによりナイトシティ大学の教授及び学生は荒坂製大津組 SX 認識インプラントのローンがなんと2割引きになります。なお将来的に全教員と全在学生に同インプラントの装着が義務付けられる見込みです。次のニュースです。ビスタデルレイで12名が死亡した事件ですが、その死因はボツリヌス中毒であったことが判明しました。犠牲者は全員同じ缶詰肉を食べていた疑いがあります。自然環境で育った動物の肉には病原体が含まれている可能性があるため、食用肉は認可事業者のみから購入するよう NCPD が呼びかけています。ボツリヌス菌に続いてナイトシティをパニックに陥れるのはリズイ・ウィズイしかありません。ファン待望のライブツアーを発表しました。世界的アーティストがもうすぐここナイトシティにやってきます。チケットを購入できるのはクレジットレーティングが700以上の方のみです。それ以外のリジー・ウィジーファンはぜひご家庭のフィーダーユニットでライブをお楽しみください。以上が最新ニュースです。それではまた。こんにちは、アリフ・イクバルが WNS ニュースをお届けします。本日未明、いつものように巡回業務に当たっていた警官が偶然にも凶悪誘拐殺人犯に出くわしました。
事件は7番と15番通りの交差点で発生。警察が撮影した現場の様子です。不審車両発見、職質をかける。ナンバーは EAA6244。これより車を降りる。了解。車を降りて手を挙げろ。おまわりさん、落ち着けって。おい黙れ。マジかよ。現場に応援と救急車を頼む。繰り返す、応援と救急車を頼む。映像の少年はレバー・マルティネス、17歳。家族により行方不明者として届け出されていました。残念ながらレバー君はその後亡くなりました。敗血症ショックに彼の体が耐えられなかったようです。検視結果によると、危険な量のホルモン剤、タンパク同化ステロイド、興奮剤が投与されていたことが判明。警官に撃たれたアンソニー・ハリスの車の中では、さらに行方不明の少年7名分の所持品と DNA が見つかっています。少年たちの所在は依然として不明です。ピーターパンとも知られる犯人は撃たれた後に一命を取り留めたものの、意識不明のため取り調べの実施は不可能であると発表されています。 CM の後は事件の経緯について詳しくお伝えします。こんにちは、アリフ・イクバルが WNS ニュースをお届けします。サイバーサイコシス発症者によるライン市長襲撃というショッキングな事件の続報です。市長は記者会見の最中に襲われましたが、犯人は NCPD のリバー・ウォード刑事によって実行直前に取り押さえられました。スーパーコップとして称賛されたウォード刑事は市長より勲章を授与されました。あわや惨劇という恐ろしい事件でしたが、次の市長選で再選を狙いたい市長には思わぬ幸運をもたらすかもしれません。襲撃後の世論調査では、現市長はライバルのジェファーソン・ペラレス氏に対するリードを 12% から 19% にまで広げました。 CM の後もローカルニュースです。 WNS ニュース、アリフ・イクバルです。今日ルシアス・ライン市長が死去し、ナイトシティは悲しみに包まれました。遺体を発見したご遺族の証言によると、就寝中に亡くなったとのことです。死因は公表されていませんが、冠動脈インプラントの不具合が疑われています。ライン市長の残りの任期は副市長であるウェルドン・ホルト氏が引き継ぐ予定となっています。ホルト氏はまた次期市長選に立候補すると明かしました。市長であり良き友であったルシアス・ライン氏の早すぎる死を知り、悲しみに暮れています。涙が乾いたら上を向かねばなりません。ルシアスが思い描いていた美しい未来を達成するために、私は彼のやり残した仕事を果たすべく全力を尽くすことをここにお約束します。どうか安らかに。ライン市長のライバルであるジェファーソン・ペラレス元地方検事も哀悼の言葉を述べています。ライン首相とは政治への考えがよく一致せず、時に激しく言葉を交わしました。ですが白熱した議論の後でもお互いを称え、握手は欠かしませんでした。これで残念ながら最後のお別れです。本当にありがとう。この街を良くしてくれて。次に市長の座を継ぐのは誰でしょうか。それはじきにわかります。直近の世論調査によると、現状ホルト氏とペラレス氏が互角の支持を得ています。ではここで一旦 CM です。だが企業がナイトシティ最大の税収源であることを忘れてはいけない。昨年だけでも7000億ユーロドルも貢献してくれたじゃないか。大変な額です。否定はしません。ですがそれは彼らが上げている利益の何%です。なあジェファーソン、私は基本的な税率の話などで視聴者を退屈させた。心配ご無用。視聴率は私が責任を取ります。さあ早く答えてください。上位20の企業は何%を収めたの？ああ、それは税務わずか 0.7% です。それだけだ。企業がどうかお互いの発言をさ。これが公正かつ公平だと本当にお考えですか？君は何も分かっていない。言いがかりに屈したりはせんぞ。そうとも税率は低い。いいことじゃないか。企業が潤えば
地域社会も同じように潤うんだ。特にあなたは潤うでしょうね、ウェルド。あなたの選挙陣営はカンタオ社から一体いくら受け取ったんです？はあ、それじゃあ君がケイマン諸島に置いてる額も教えてもらえるか？一体何度説明すれば気が済むんだ。あれは会計士が勝手にやったんです。私は会計士が勝手に私をバカにしてるのか、ペラレス。ウェルド、お願いだ。政策の話をしたい。ねえ、とにかく落ち着いてください。一旦 CM を挟んで討論会を続けます。1942年に負傷したサブロー・アラサカ氏、それを理由に前線から外されたことが怪我の深刻さを物語っています。それから1945年の無条件降伏まで日本軍の死者が増えていくのをサブロー氏はただ黙って見守ることしかできなかったのです。家族の証言によると、サブロー氏は羞恥心と絶望から切腹を決意、実行に移したようですが、寸出のところで思いとどまったそうです。その理由は分かりません。自殺を試みたその日以来、サブロー氏が戦時中の経験を口にすることは二度とありませんでした。彼は意識の矛先を別のものに変えたのです。仕事に。1960年、父の笹井荒坂氏が世を去り、サブロー氏は家業の全てを引き継ぎました。小さかった会社は彼の指揮のもと、世界を牽引する大企業への道を歩み始めます。世界企業番付に荒坂の名が初めて登場したのは1990年のことでした。そしてアメリカが崩壊した1996年、荒坂は第2位まで上り詰めます。アメリカ史上最も困難な時代に、サブロー氏は何万ものアメリカ人に安定した職を与え、偉大なるアメリカの栄光を思い出させてくれたのです。我々はこの恩を決して忘れません。サブロー氏、ありがとうございます。荒坂社 CEO サブロー・荒坂氏が亡くなり、ナイトシティは悲しみに包まれています。視聴者などには追悼の半旗が掲げられ、大規模な公共イベントは軒並み延期となることが決まりました。娘である花子荒坂氏は先頃ナイトシティに入ったと報じられています。通夜は明日正午、荒坂タワーにて行われます。その後、遺体はサブロー氏の母国であり、永眠の地ともなる日本へ移送される予定となっています。ご冥福をお祈りいたします。こんにちは。ローカルニュースの時間です。新玉祭りの開催が近づいてまいりました。イベントに際し、ナイトシティは美しい数階建ての山車のパレードで彩られることになります。祭りの当日は琵琶の名人による演奏や日本の伝統芸能である能を特設シアターにて披露される予定となっています。この新玉祭りの主催者は荒坂社ですが、なんと花子荒坂氏もこのパレードに参加することが公式発表され、大きな盛り上がりを見せています。 WNS ニュース一同、祭りの成功を心より願っています。皆さんも楽しんでくださいね。 CM の後はサイバーサイコシスは果たして現実なのか、お楽しみに。皆さんこんにちは。アリフイクバルです。 WNS ニュースをお届けします。まずは心温まるローカルニュースから始めるとしましょう。来年ナイトシティで待望のジャパンフェスの開催が決まりました。アニメブレインダンスや人気アイドルのコンサート、さらには体験型の日本料理教室など、いろんな催しが開かれる予定となっています。このジャパンフェスのメインスポンサーを務める荒坂社に感謝の言葉をお送りしたいと思います。ありがとうございます。次のニュースです。ナイトシティの路上生活者人口が 300% の増加を記録。 NCPD は彼らを市外に追放するキャッチ&リリースプログラムを間もなく全市にて実施すると発表しました。警察はプログラムに参加するボランティアを募集しており、最寄りの警察署にて応募するよう呼びかけています。補足として、積極的な貢献が認められた参加者については犯罪歴を抹消するとのことです。次です。ナイトシティについてあなたはどれくらい知っていますか？リチャード・ライトとは N カートシステムで駅数はいくつ、町一番のブリトー店がある地区といえば。これらの疑問に対する答えは画面下のアドレスにてご確認いただけます。明
アクセスしてナイトシティの魅力を再発見してみてください。今日のニュースは以上です。また WNS ニュースにてお会いしましょう。